これがミノキシジル中止の本当のリバウンド脱毛だったんですね。こんにちは。自ら発毛の発信者師、そして発毛技能士の阿部です。今回は女性の薄毛治療薬でよく処方されるミノキシジルとスピロノラクトンがどんな薬か、この薬の時点も使いながらじっくり解説します。また動画の後半では副作用により服用を中止した途端、治療前よりも薄毛になってしまった20代女性のお客様が当店でお薬なしで発毛させることができた発毛症例を解説します。このお客様が経験した副作用は下手をすると命にも関わることで誰でも起こり得るものなんですが、このような副作用があるのを知らずに服用開始してから悩む女性が急増しています。実際に私の LINE 相談でも1週間に2名か3名の女性から同様の相談があり、お一人お一人しっかりと対応させていただいております。今日は薬の副作用だけでなく発毛効果というメリットについてもフェアに解説したいと思います。薄毛を改善したい思いが先行しすぎてよくわからないままオンライン処方などで薬を服用して後悔することがないように、これ以上同じように悩む女性が増えないように願いを込めてこの動画をお送りします。まずミノキシジルですが、歴史を遡ると1965年にアメリカで開発された薬で、本来は血圧を下げる高圧剤のお薬になります。血管を構成する平滑筋と呼ばれる筋肉を緩ませることで血管を拡張させて血液の流れをスムーズにして血圧を下げる作用があります。これによって毛細血管まで血液が巡りやすくなり、毛根に栄養が行き渡ることで全身の体毛が発毛しやすくなります。この多毛症の副作用があったことから薄毛治療薬としても使用されるようになりました。ミノキシジル内服薬のメリットを挙げるとすれば、このずば抜けた高い発毛効果になりますね。しかしですね、ミノキシジル内服薬は薄毛治療薬としては世界中のどの国でも認可されていない危険性の高い薬で、このような副作用が出る可能性があるんです。いずれも心臓の異常で不整脈や狭心症は下手をすると命に関わる心疾患を引き起こします。また顔のむくみや頻脈などの不整脈も実は心臓に負担がかかっているサインになります。これら心臓に関わる副作用が出るメカニズムを2つ説明します。心臓はこのようにですね、ポンプのように収縮と膨張を繰り返します。ぎゅーっと縮んで血液を送り込む時の圧力が血圧の上の数値で、血液を溜め込んで膨張している時の血圧が下の数値になります。ミノキシジルに動悸や不整脈が起きるのは、髪については血管が拡張して発毛しやすくなる一方で、同時に心臓に血液を送る冠動脈も緩むために心臓に入る血液量が少なくなるためなんです。少ない血液を先がゆるゆるの血管に押し流すには、心臓の収縮する回数を増やさなければなりません。これが動悸や頻脈や胸の痛みの原因になるんです。次はむくみです。体毛が増えるくらいなら脱毛するなり対処法はあるんですが、顔のむくみは辛いですよね。視聴者さんからの相談でミノキシジルを飲んだら鼻の形が変わるほど顔がむくんだっていう女性もいらっしゃいました。ミノキシジルは動脈は拡張するんですが、静脈は拡張しないんです。つまり薄毛になってただでさえリンパや静脈の流れが悪いところに大量の血液が送り込まれるので、血液とリンパ液の回収が間に合わず体液の交通渋滞が起こります。これが顔や手足のむくみの原因になります。こうなると頭皮の下に老廃物が溜まって逆に薄毛の原因になりかねないんです。ミノキシジルを飲んでも発毛効果を感じにくい女性意外といらっしゃいますが、実はこれが原因だというふうに私は考えています。女性は男性よりも比較的血圧が低いので、このような副作用のリスクが高くなるんですが、多くの女性がそんなのお構いなしに国が認可していないミノキシジル内服薬を処方されて、よくわからないまま服用してしまっている状況なんです。もちろん心臓に関する副作用もなくミノキシジルを服用して薄毛を改善できている女性もいらっしゃると思います。実際に私も今は減薬をして2日に1回ミノキシジルを服用しているんですが、健康診断の結果も問題なく11年間仕事は病欠ゼロです。ミノキシジル内服薬を全否定するわけではないんです。恐怖心を煽りたいわけでもないんです。ただこのような副作用の可能性があるということは知っておくべきだと思いますよね。
ここまではミノキシジルは発毛効果が高い反面、心疾患のリスクがあることを説明しましたが、ここからはミノキシジルのその他知っておくべき注意事項について説明します。まずミノキシジルは風邪薬などと違って効果が出て薄毛が改善したとしてもずっと飲み続けなくてはならないということです。服用をやめるとすぐには脱毛しませんが、数ヶ月後にはほぼ確実に脱毛が進行します。2日に1回など薬を減らすことはできるかもしれませんが、勝手にやらずに薬を処方した医師に相談するようにしましょう。その他ですね、注意事項をまとめました。まず副作用で体毛が増えるの、これは仕方ないですね。脱毛サロンに行くなり対処するしかないです。次に初期脱毛というのはミノキシジルを服用開始から間もなくしてから発毛の過程で逆に一時的に抜け毛が増える現象なんですが、びっくりして服用を中止してはいけません。詳しくはこちらの動画を参考にしていただければと思います。そしてミノキシジルは妊娠中や授乳中は服用できません。これから妊娠する可能性がある方はいずれやめなければならないことを考えると、ミノキシジルを服用するべきではないですよね。また普段から血圧を下げるお薬を服用している人も血圧が下がりすぎるので危険です。そして未成年のお子さんは大人に比べて血圧が低いことが多いので、基本的には未成年は服用禁止とされています。また禁忌事項として薬の飲み合わせで危ないものがあります。それは風邪薬や頭痛薬です。バファリンやイブなどといった身近な薬に入っているイブプロフェンという成分が飲み合わせとして禁忌事項になっているので気をつけましょう。今現在病院からミノキシジルを処方されて服用中の女性ももしかするとこういった説明をされていない可能性もあるんです。次にスピロノラクトンについて解説します。スピロノラクトンは抜け毛を予防する薬としてミノキシジル内服薬と合わせて処方されるケースがスタンダードなようです。しかしこのスピロノラクトンがまたくせ者なんです。これは日本で認可されている薬なので、この薬の時点で調べることができます。ちょっと開いてみますね。こちらです。この薬の働きのところですが、簡単に言うと利尿剤でカリウムの血中濃度は下げずに体内の水分を排出してむくみを取ったり血圧を下げる作用があるんです。なるほど、ミノキシジルで体液が溜まってむくむからこの薬でそれを解消する狙いがあるんですね。でもこの薬にも血圧を下げる作用があるんです。低血圧の女性は注意が必要です。そして副作用のところを見ると多毛とあります。これは男性ホルモンを抑制する作用の副作用なんですが、スピロノラクトンが抜け毛を抑える薬というのはこの多毛という副作用のことなんですね。ニキビの治療にも使われています。他にも怖いものがたくさん並んでいますが、中でも私が問題視しているのが月経不順、無月経です。あれおかしいですよね。ホルモンバランスの乱れっていうのは女性の薄毛の原因の代表格なはずなんです。ところがこのスピロノラクトンを飲むことで女性ホルモンの黄体ホルモンが減少してホルモンバランスが乱れるんです。ミノキシジルで血流を改善して発毛させる一方で、その裏側ではホルモンバランスの乱れという新たな薄毛の原因を作ることになるんです。この矛盾残念すぎませんか？薬の副作用をまた別な薬で押さえつける。そうするとその薬の副作用でまた別なところが悪くなる。実際にスピロノラクトンを服用して不正出血になったり生理不順になったり子宮筋腫が肥大したりという報告もたくさん聞いています。抜け毛を抑える作用という安易な説明だけ聞いて飲むと薬の副作用の負のスパイラルに陥ってしまいかねないんです。ここまで女性の薄毛治療のミノキシジルとスピロノラクトンの特徴をある程度詳しく説明しましたが、いかがでしたでしょうか？決して進んで飲みたいと思えるものではないはずです。女性にとって薄毛治療薬を服用するということはこういった認識も必要ですし、ずっと薬を飲み続けるある種の覚悟が必要になるんです。それでは説明が長くなりましたが、実際に不整脈が出て薬を服用中止したことにより薄毛が悪化した状態から薬なしで発毛できた20代女性のお客様の発毛症例をご紹介します。まず初めて当店に相談にいらっしゃった時の写真です。写真の日付を見ると2021年3月8日ですが、この9ヶ月前からミノキシジルとスピロノラクトンを服用していて、3月1日で服用をやめています。来店前に自分の判断で服用をやめたんですね。
ちなみに髪が増えた実感はなかったそうです。服用をやめた理由は不整脈と動悸です。そして1回目の施術の時の3月24日の写真がこちらです。20日足らずの間に脱毛しているのがわかります。これがミノキシジル服用中止のリバウンド脱毛です。そしてこの後施術を2回行ったところ、5月6日にはこのように発毛しました。私としてもリバウンド脱毛が終わって順調に薄毛が改善できると思っていたんですが、そう甘くはなかったんです。学生さんだったんですが、この後2ヶ月ほど実家に帰った関係で施術ができなかったんです。そしたらですね、久々にお会いした6月29日にはこんなに M 字のところが脱毛してしまっていたんです。しかし嘆いていても現状は変わりません。ここからまた施術をして発毛再開です。その結果、このようにですね、9月5日、そして10月3日と時系列で見てもはっきりとまた発毛させることができました。この後髪を染めたいということで親心としては心配だったんですが、目をつぶりました。この時点でかなり喜んでいただけて、このようにですね、こちらからお願いはしていないにもかかわらず、このように口コミも投稿していただけたんです。スタッフ一同本当に感謝しています。まとめとして発毛経過を時系列で並べてみましょう。左から内服薬服用中止から7日後、真ん中が3ヶ月後のリバウンド脱毛のピーク、一番右が薬なしで発毛できた写真です。この発毛経過を見て、もしかしたら違和感を覚える女性もいるかもしれません。その違和感とは、私の方が薄毛だし薬を飲むほどじゃないでしょう。こんなところじゃないでしょうか。しかし薄毛の悩みというのは他人からどう見えるかじゃなくて、その人自身にしかわからない悩みなんです。悩んだら薬になってすがりたくなるものなんです。だからこそ今回は女性の薄毛治療薬のミノキシジルとスピロノラクトについて時間を割いてじっくり解説しました。ミノキシジルは確かに生えやすいです。しかしこれから服用を検討したい女性はメリットとデメリットについても理解した上で賢明な判断をお願いします。また現在ミノキシジルを服用していて副作用もなく順調に髪が増えているのであれば、慌てて不安になり急に服用をやめることがないようにお願いします。ミノキシジルでリバウンドした脱毛は本当に発毛させるのが困難です。この動画を見ている女性で処方した医師に相談しにくい状況にある方などお困りでしたら無料の LINE 相談も行っていますので、お気軽にコンタクトしてください。この動画は薄毛治療でお悩みの女性に一人に届け、そんな思いで作成しました。写真提供いただいたお客様にも心から感謝しています。ありがとうございます。ぜひ参考にしていただき、自分なりにベストな薄毛治療を行っていただければと思います。それでは今後も薄毛治療一緒に頑張っていきましょう。バイバイ。